皆さんどうもとりちゃんです。普段このチャンネルではウクライナ人と日本人の国際夫婦ブログを撮ってるんですけれども、今日はちょっとウクライナ事情について話したいと思います。今ウクライナ戦争になっているんですけれども、私は10年前から日本に留学して就職して結婚して今いるんですが、まさか自分の生まれた国で戦争が起こる、しかもロシアに攻撃されるということも考えたことないし、想像もしたことがないので、今結構この状況まだ理解しきれてない感じになってますね。なので今日は政治的な話っていうよりかは、ウクライナ人のマインドと考え方についてと、私の家族は今どうなっているのかについて共有したいと思います。1991年にウクライナはソ連から独立したんですけれども、実はウクライナの歴史ってこの31年の短い歴史ではなく2000年ぐらいの歴史を持っている国なんですね。なのでウクライナの歴史って本当に長くて、日本ほどではないんですけれども長いんですよ。で、全部話すと複雑で長いので短くまとめると、ウクライナの位置はこのヨーロッパ、ポーランド、アジア、トルコとモンゴルとロシアの間にあって、ずっとこの3つの力と戦ってるんですよ。で、ずっと戦ってて、いろんな国に逃げられたりとか独立したりとか名前変わったりとかしてるんですけれども、なのにウクライナの文化はずっとなくなってないし、ウクライナの言葉も存在している今でも。それはすごいことですよということを伝えたかったんですね。ずっと戦ってて自分の文化と自分の言葉を守ってるんですよ、ウクライナ人は。なのでウクライナ人の、意識マインドとしては、ウクライナの人って本当に自分の文化が好きで、自分の土地をどうしても守る人が多くて、自由が好きな人が多いなっていうマインドを持ってる人ほとんどですね。自由が大好きなんですよ、ウクライナ人は。なので戦ってるんですよ、諦めないで。で、この間プーチンの話でウクライナ人とロシア人は同じスラブ民族だみたいな話があったんですけれども、本当にウクライナの文化とウクライナ人の命を尊敬していない発言だなと思いました。もちろんウクライナ、ベラルーシ、ロシアのスラブ文化共通してる点が結構あるんですが、全然共通していない文化もあったりするし、本当に民族、その服装とかも全然違うんですよ。ウクライナとロシアとかの服装とかも違うし、言葉も違うし、で見た目も実は違うんですよ。例えばウクライナ人の、言葉では、ウクライナ美人って黒髪で眉毛も黒で目が茶色い人は美人っていう言い方があるんですけど、ロシア人のイメージって皆さんも多分金髪で青い目の人がイメージしてると思うんですけど、本当に違うんですよ。そこもウクライナ人の人本当にちょっとアジア人わけじゃないんですけど、ちょっと暗め、髪の毛も暗めで目も茶色い人が多くて、で身長も実はウクライナ人はロシア人よりか低いんですね。なので本当に違うんですよっていうことを伝えたかったんです。で、もう一つはウクライナではロシア語を多く使われている地域があって、この地域を守りましょうみたいなプーチンのこの戦争を正当化しようとしている言い方があったんですけれども、実はウクライナの全部の学校でウクライナ語、ロシア語、英語、ドイツ語かフランス語、4つの言葉を学びます。なのでウクライナ語とロシア語絶対できます、全員。で、ウクライナ語かロシア語かどっちの割合の方が使う割合の方が大きいのは地域とその人の家族によって変わります。で、そこは
なんだろう、例えば私はオデッサ出身なので本当にロシア語使う人が多いんですよ。でうちの家族もロシア語メインでロシア語で、日常会話してるんですが、学校とか大学はウクライナ語で友達もウクライナ語を喋ってる人が多くて、その時も私もウクライナ語を使ったりするんですし、で本当にウクライナ語だけ使ってる地域もあるんですよ。でなんでその違いがあるのかって言いますと、ソ連の時にウクライナ語を使うのは禁じられてたんですね。なのでウクライナ語を使ってる人は仕事もできないし、本当に田舎に住んでる人しかウクライナ語できないとか時期があったんですよ。ソ連の影響でロシア語使ってる地域が確かにあるんですが、日本人の友達にそれを話す時にみんなすごい不思議って言うんですが、実はヨーロッパで当たり前で、そういう何カ国語も使っている国が結構あって、スイスとかは4カ国語を使ってたりするし、本当に珍しくないんですね、2つの言葉を使っている国って。でなんかロシア語使ってるからいじめられたとか、そういうの本当にデタラメにしか聞こえないなと思ってて、この今の戦争の本当の理由は多分誰も知らないし、誰も教えてくれないんだろうなって感じがします。なので文化が一緒とかロシア語を使ってるからとか、本当に全部嘘にしか聞こえなくて、NATOなんちゃらとか、本当に今の戦争の理由は何だろうって私も理解できてないし、理解できてるのは今多分世界に一人だけなんですよ。です。それを言いたかったんですね。で私は個人的にロシア語を使ってるんですけど、そのロシア語を使っているのはいい悪いとかそういうんじゃなくて、本当に自由でいいじゃんと思ってる派なんですよ。なので最近のこの戦争でロシア語やめましょうとか、ロシア人嫌いが増えてるんですが、私は個人的に反対で、国籍とかパスポートで人を差別するとか、言語を差別するのは良くないと思ってます。なのでみんな好きな言葉で話せばいいやんと思ってますし、今の政治は普通の人と関係ないと思ってます。はい。で私の家族は本当に私の勘が良くて、ずっとこの日本のニュースを見てたんですね、最初は。今はもうウクライナ、ロシア、英語、日本語、いろんなニュースを見て状況を見てるんですが、その時はまだどうなるのか分かんない時期で、日本語のニュースをちょこちょこ日経で読んでたんですけども、そのロシアの兵隊がベラルーシとウクライナの国境でなんか10万人集まってますみたいなニュース読んだら、なんだろうねこれはと思って、でその次の日にプーティンがロシアの兵隊がロシアに戻りますよ、戻りますっていう発言して、よかったなと思って、でその次その次の日にまたニュース読んで、アメリカ側は軍隊がロシアに戻ってるっていうよりか集まってるよ、もう10万人じゃなくて15万人に増えてるよっていうニュースを読んだら、なんかこれちょっと怪しいなと思って、なんでこんな嘘をつくのと思って、私の家族に連絡して、結構旅行好きな人たちなので、どっかに海外に旅行すればいいんじゃないって言って、戦争になるかもしれないって言ったら、もう本当にお父さんと喧嘩になるぐらい絶対戦争が起こらないとか喧嘩したんですが、最終的にうちの家族、本当にほぼうちの家族全員が海外に行って、でその1週間後戦争が始まったんですね。なので私は本当にラッキーで、せめてうちの両親は今海外にいます。で残念ながら友達とかはまだウクライナにいて、この戦争が始まってから緊急事態が出されてて、
で男性18歳から60歳までだった気がするんですけど、その男性が海外に行けなくなったんですね。戦争なので何かあった時に武器持って自分の国を守らなきゃいけないので、男性は出れなくて、でうちの友達とか結婚してたりとか彼氏がいるのでどこにも行けないわっていう人が多いんですね。で今毎日連絡取って大丈夫なのかって確認してます。はい、ということですね。なので結構私も自分の国で戦争が起こることを想像したことないし、日本に長く住んでて、日本人の友達みんななんか日本人って平和ボケの人が多いですねとか、私も多分長く日本に住んでて平和ボケになっちゃったのかなーって感じがします。本当にこんなことが起こるとはなもう信じられないし、今でもあんま信じてない感じですね。で個人的な意見は本当にロシア人の友達日本にいっぱいいるし、みんなと一緒にデモとかに参加したりとかしましたし、この間表参道のデモに参加させていただいた時に、本当にロシア人、ベラルーシ、ウクライナ人、日本人もいろんな国の人が応援してくれてて、本当にみんなに感謝しています。はい、なのでロシア人も友達いっぱいいるし、本当に全員が悪いわけではないということも理解してほしいし、ウクライナ人は強くてこの戦争絶対乗り切れると思います。大丈夫だと思います。なんとかなるのを信じてます。で皆さんも何か手伝いたいっていう気持ちがあれば、この動画の下に寄付できる場所があるので、そのリンクを見てみてください。はいって感じですね。なので平和を祈ってます。この動画見てくれてありがとうございました。また会いましょう。